逃げろ。聞いたことがない親友の声。頼む、この子を。倒壊した家屋に両足を挟まれて動けない状態で必死に差し出された命。雨が俺や親友を撃つ。頼む、頼む。その瞬間、もう一度地面が揺れた。逃げろ、頼んだぞ。嫌だ、お前を置いてと思った。けれど腕の中の赤ん坊が急にサイレンのように泣き出した。親友の目を見る。頼む。俺は涙でぐしゃぐしゃの顔でうなずいた。赤ん坊を抱えて走る。後ろからもう一度大きな音がした。怖くて振り返ることはできなかった。俺は工場で作業員をしていた。普通だったら特に恥じることもない仕事だろう。けれど俺の場合は少し事情が違った。実家は医者で、父も母も医師、そして兄も妹も医師だ。つまり俺は落ちこぼれだった。子供の頃はそこまででもなかったけれど、学校に行くような年齢になると、俺の物覚えの悪さに家族も違和感を感じたらしい。俺はみんなでしたちょっとした会話とか、起きた出来事をちっとも覚えていられなかった。5人家族で話していても、みんなが当たり前のようにする会話を、そんなことあったっけと思ってしまうくらい、俺は頭が悪かったのだ。両親は自分の子が頭が悪いということを受け入れられなかったのだと思う。だんだんと俺は家族の中で浮いた存在になっていった。それでも工業高校まで出させてくれた。両親には感謝している。でも家は苦手だ。俺は卒業と同時に就職して逃げるように家を出たのだった。昇進のまま家を出て就職した俺だったけれど、仕事は楽しかった。家族が異常に頭が良かっただけで、俺は普通の人くらいの頭は持っていたらしい。何より作業員として一番腕を買われたのは手先が器用なことだった。確かに図工の時間に先生に褒められたりすることはあったけれど、そんな評価、我が家では犬の餌にもならないものだったから、俺も気には留めなかった。けれど職場では違う。作業員としてものを考えながら細かい作業ができる。そのことが評価されたのだ。生まれて初めてそんな風に人に言ってもらえたことが嬉しくて、一生懸命頑張った。気づけば職人顔負けの仕事ができるようになっていて、同僚にも頼られるようになる。進はそんな同僚の一人だった。井岡さん、マジですごいっすね。そんな風に話しかけてきた屈託のない笑顔を忘れられない。手先もあまり器用ではなかったし、仕事もできる方ではなかったけれど、進はとにかく明るくて、職場でもムードメーカーだった。男ばっかりで寡黙がちな職場だったけれど、明るくて場を和ませる進がいてくれると、急に職場が明るくなったように感じた。同い年？敬語使って損したわ。いや、会社では俺が先輩だから。いいじゃん、今度遊び行こうよ。おう。同世代の友達なんて初めてだったかもしれない。ずっと家のことで暗い顔していた俺には、学生時代友達がなかなかできなかったのだ。だから本当は懐いてくれるのが嬉しかった。一緒に社宅に住んでいたこともあって、俺たちは本当にすぐに仲良くなった。職場でも一緒で、仕事終わりにはちょくちょくどちらかの家でご飯を食べるほどだった。そんな日々を数年繰り返していたある日、進が言った。俺、結婚する。マジかと思ったけれど祝福した。彼女ができたとは聞いていたけど、そんなことになっていたとは。聞けばどうやら授かり婚らしい。それでも一生大事にしたいんだ。とてらいなく笑うその顔に、いいお父さんになるだろうなと思った。事故はその翌年に起きた。進は家族用の社宅に住んでいて、俺の単身寮とは違う建物だった。裏山の土砂災害で進と奥さんは命を落としてしまった。
様子を見に行った俺が唯一助けられたのが進の娘のモネだった。親友を亡くして本当に悲しかったけれど、とにかくモネを育てるのに忙しかった。進は近い親戚がいないらしく、俺が引き取ることに異を唱える人はいなかった。家に帰るとモネがしゃがみ込んでいる。モネ、どうした？そう聞くと返事をせずにその場に倒れ込む。おい。慌てて抱き起こすと体が熱い。息も荒くてひどく汗をかいている。まずいな。この時間に子供を見てくれる病院。俺は藁にもすがる思いで実家の病院を訪ねた。助けてほしい。そう頭を下げたけれど、こんな時間にと言われてしまう。ひどい熱なんだ。頼む。遅い時間だったのが悪かったのだろう。病院を継いでいる兄は無然としていた。貧乏人の子供は後でいいでしょう。明日小児科連れて行きなよ。そんな、頼むよ兄さん。落ちこぼれは家族じゃない。第一俺もう飲んじゃってて見れる状態じゃないんだよ。診療後の時間に来てしまった俺も悪い。それでもモネの熱をどうしてあげたらいいんだろう。本当に明日まで待って大丈夫なのだろうか。1分1秒を争うような病気だったら。頼む。今日何をすればいいかだけでも教えてくれ。そう言って立ち去ろうとする兄にすがりついた。しつこいって。兄はそう言って玄関にあった消毒液を俺にかけた。酔っているとはいえ目に入ったりしたら危ないと分かっているはずだ。本気で拒否されている。こんな状態でモネを見てもらうことはできないだろう。俺はすごすごと実家を後にした。腕の中のモネはさっきよりもぐったりしている。かわいそうで仕方ない。するとそこへ車が止まった。こんなに大きくなって、うちで見るから急いで。乗っていた女性はそう言って車に乗るように言ってきた。田舎で近くに病院はない。もし本当に見てもらえるのなら、俺はそう思った。見てもらえなかったんですか？ええ。こんな高熱の状態の小児を？はい。そう。この病院は潰れてもしょうがないわね。そうつぶやく助手席の女性。俺は訳もわからず、けれど他に頼るものもなく車に乗り込んだ。あっという間に連れて行かれたのは大きな病院だった。モネを夜勤の医師に渡してほっとしていると、さっきの2人が俺のところへ来る。はじめまして。そう言って俺に頭を下げた。2人とも高級スーツを着ていて、立ち姿もキリッとしている。まだ作業服で、しかも消毒液の匂いをさせている俺とはえらい違いだ。私はここの病院の理事をしています。モネの祖母です。え？娘は急に妊娠して、私たちが反対すると駆け落ちしてしまった。反省しました。もっと娘の話を聞くべきだったと。私たちが引き離すと思ったのか、娘は本当に私たちとのつながりを絶ってしまっていて、あの子が小学校に上がるまで全く足取りを追うことができませんでした。進の奥さんのことはあんまり俺も知らなかった。それでも2人はいつも幸せそうだった。まさかそんな風に一緒になっていたなんて。そしてやっとモネを見つけ出したんです。あなたご実家の病院にいると思って訪ねたんですが、違っていたんですね。はい、俺はもう実家を出ています。そうでしたか。だったら今日はとても幸運だったのね。もしかしたら娘が会わせてくれたのかもしれない。ありがとうございます。ここまでモネを育ててくれて。いえ、俺は何も。そんなことありません。あなたは今日も高熱のモネを助けようと必死になってくれていた。いい人に育ててもらえていたと思いました。モネ、大丈夫でしょうか？処置が終われば大丈夫でしょう。熱が上がりすぎると危険ですが、それは薬で抑えることができますから。そうか、よかったです。
そこへ電話が鳴った。兄だった。お前何をしたんだ。電話を取ると急に怒鳴られて驚く。何もしていないけれど。さっき医師会から連絡があって、俺たち家族を除籍するって。目の前の患者を放置するような医師は医師会にふさわしくないって。俺は思わず目の前の二人を見る。口を開いたのは男性の方だった。私が指示しました。さすがに今日のことは医師としていい行いとは思えなかったので、他の病院を案内することもできたでしょうに、ただ追い返すというのは、うちの医師会にふさわしくない。私はそう考えました。電話の向こうではパニックを起こした兄がまだいろいろ言っているけれど、俺は俺で混乱していた。兄たちはどうなるんですか？人がいいですね。大丈夫です。ちょっと注意したくらいですよ。さすがに医師を何人も簡単に除籍にはできません。でもまあ反省してくれるでしょう。それを聞いて安心した。するとちょっと意地悪をしてやろうという気になってしまう。兄さん、さっき兄さんが追い返した貧乏人の子供は医師会の理事さんのお孫さんだよ。兄さん、やっちゃったね。俺も実家の病院がなくなるのは悲しいけど、消毒液かけられちゃったし、さすがに擁護できないな。そう言うと、電話機の向こうから言葉にならない悲鳴が聞こえた。早口で何かまくし立てているけれど、いいやと思って通話を終了した。案外悪ですね、と言われてしまう。消毒液かけられても悪い心は消毒されませんでした。と言うと、目の前の二人が笑った。お父さん！元気になったモネが駆け寄ってくる。最初、モネとの別れを決意していた俺だったけれど、自分で決めさせますと二人が言ったので、モネにどうすると聞いたら、お父さんと一緒がいいと言われた。あのあと実家はてんやわんやだったらしかったけれど、実質のお咎めはないと分かって一安心したらしい。それでもだいぶあの一件が答えたようで、悪かったと言ってくれた。兄さんが俺に謝る日が来るなんて、とちょっと感動してしまった。それから少しは実家とも交流している。俺は腕を買われて本当に職人になってしまった。伝統工芸家としてたまに雑誌に載ったりしている。勉強は圧倒的にモネの方ができるけれど、なんとかそのおかげで父親面できた。結局俺の生活はほとんど変わらないままだ。それでも週に何日かはモネも祖父母のもとに行くようになった。どうやら目いっぱい甘やかされているらしい。本当に引き取らなくていいんですか？と聞いたら、本当に引き取っちゃっていいんですか？と痛いところを突かれてしまった。もう立派にモネは俺の可愛い娘となっていた。本当は嫁に行くまで、いや、なんなら嫁になんて無理に行かなくても、と思うくらい可愛くて仕方ない。手放さなきゃいけないと覚悟したときはさすがにつらかった。育てていいと言ってもらえたのは本当にありがたい。それでも、モネがいずれ帰りたいと言うなら帰らせようと思う。いい子に育った。お日様の下で祖父母と遊んでいるモネを見て、俺は心からそう思うのだった。私には2人のお父さんがいます。1人は本当の私のお父さん。もう1人は育ててくれたお父さんです。私はちょっと家が複雑で、それでもそれが恥ずかしいとか一度も思いませんでした。お父さんはいつも一緒に悩んで、一緒に笑ってくれて、絶対に私の味方でいてくれた。おばあちゃんたちが迎えに来たとき、私いらなくなって捨てられちゃうんだってすごく悲しかったけれど、お父さんはそれでも一緒に暮らしてくれました。私を育ててくれたのがお父さんでよかった。私、生まれてきてよかった。必ず幸せになります。結婚式でこんなに泣く父親がいるだろうか。モネは、そんな泣く？と涙を流しながら大笑いしていた。バカ。
世界一可愛い自慢の娘が嫁ぐんだぞ。泣くだろう。隣ではモネの祖父母が苦笑している。とはいえ見てましたよ。お二人だって涙ぐんでたじゃないですか。あの日託された小さな赤ん坊だったモネがもう花嫁だ。月日が経つのはこんなに早い。チャペルの鐘が鳴る。降り注ぐ光の中、心から愛する人と笑い合うモネ。進む、よかったな、と心の中で思った。瞬間強く風が吹いて花びらが舞い上がった。美しい花嫁を祝福するように。